The market was full of people. A mean farmer named Jack今日は学校でハロウィンパーティーみたいなのがあるんですけど、任意参加みたいな感じだったので、ちょっと今回は申し訳ないんですけどパスさせてもらって、今バコロドに住んでるフィリピンのオンライン英会話で知り合った先生なんですけど、その人と今からちょっと夜ご飯を食べに行ってきます。Wow, looks delicious. Wow. You should get this. Oh, okay. いただきます。Very good. Very good. Very crispy. Very crispy. And juicy. Juicy? Yeah. Kaunu? And then, like, I'll scoop it for you. Okay, so Raw shrimp. raw shrimp, Okay. and then I'll give you a little egg. Ah, little salted egg. Uh-huh. Okay. Very nice. Very. 見ての通り、ちょうど台風の中心が今自分が住んでいるところに来ている感じですね。間違いなく人生で生きてきた中で一番でかくて強い台風ですね。なんかいろんなところですごい物音がしてる。すごいなこれ。虫頑張れ虫、飛ばされるな。すごいな、こんな木が揺らされてるのはすごいな。もういろんなものが待ってる。ここにあった竹みたいなのがもう全部折れてるんですよね。これ台風の影響だったらすごいな。なんか3日くらい前にすごい大型の台風が僕が住んでるこのネグロス島に直撃して結構大きな被害をもたらしてたんですけど、で今ちょうど火曜日に上陸して、今日曜なんで4日ぐらい経ったんですけど、でなんか僕の学校はバッテリー設備が
整ってたので学校自体は停電とかはなかったんですけど、この近隣町一帯はもう3日ぐらいもう停電が続いてたみたいですね。で今一応もう電気は復旧したんですけど、電波が全くない状態で、なんで学校の Wi-Fi とかも使えないので動画が今上げられないんですよね。やっぱ周り見てもすごい木が折れた残骸がすごい多くて、で今一応近場のモールに向かってるんですけど、やってるかどうかはちょっとわからないですね。こんな感じでもうすごいたくさん折れた枝とかがあちこちに集められている感じですね。すごい被害の大きさが伺えますね。これ屋根とかも飛んでっちゃったのかもしれないですね。こんな感じで残骸がすごいっすね。こんなでかい木が折れるぐらいですからね。相当な風だったんですね。なんかずっとやっぱその日は外出ができない状態だったんで、ずっとホテルの中にはいたんですけど、今回初めて外に出てみて、やっぱすごかったんだなっていうのをすごい実感しますね。こんなでかくて太い木が折れるぐらいですからね。すごいな。マックの看板も一部剥がれてんのはあれ台風の影響かもしれないですね。とりあえずガイサノモール一応やってるみたいですね。このガイサノモールの看板もこんなんだったっけ？剥がれちゃったのかな、あれ前からだったっけ？学校内は全く電波入らないんですけど、ここは割と普通に電波入ってきますね。モールの中はもう普通に綺麗ですね。やっぱここに来て2ヶ月経ったあたりから体調を崩すことが多くなったんで、腸内環境をちょっと整えたいんで、こういう乳酸菌飲料がかなり必要になってきますね。本当はもうちょっと遠出をして遠くの方のモール行きたかったんですけど、今また台風近づいてきてて、そろそろ大雨が降るみたいなんで、もうサクッと買い物して帰ろうと思います。オレオとほぼ一緒だけど、オレオと比べてこっちが 58.50 ペソでオレオ79ペソなんで、かなり安く買えますね、こっちの方が。なんて読むんだ、プレスト。これ美味しいし安いんでおすすめです。2つぐらい買っちゃおう。メントス。コアラのマーチ売ってた。なんかフィリピンでいろいろお菓子買って思ったのは、やっぱ味が濃いんですよね、全部。で特にチーズ味のお菓子はすごいくどいんで、普通に塩味とかの方が美味しいですね、今のところ。普通にこういう塩味のものを買っておくのがベターですね。これいくらなのかわかんないんですけど、これ結構美味しかったんですよね。なんか最近やたらお腹がすくんで、ちょっとカップラーメンが必須になってきてるんですよね。で僕のおすすめはこれですね。味の素の商品なんですけど、このトムヤムシュリンっていうのが結構美味しいですね。これが多分44ペソなんで結構安いし、これおすすめです。コーヒー豆が切れたんでコーヒー豆買いたいんですよね。売ってんのかな。コーヒー豆発見しました。でもこれ値段が書いてないから分かんないな。いいか、買っちゃおう。豆のタイプがこれしかないからこれ買おう。例のピアヤが売ってたんで、これちょっと買ってみよう。紫芋味を買ってみよう。だからこの前の台風の影響で風による被害もそれなりに多かったみたいなんですけど、それよりもひどかったのが洪水による被害がすごい大きかったらしくて、先生に見せてもらったんですけど、もう家がほとんど沈んじゃうレベルで
洪水がすごいことになってたみたいですね。なので川の近くとか海の近くに住んでる人は多分風よりも洪水の影響をもろに受けてたみたいですね。バナナ売ってる。いくらなんだろう。 Excuse me, how much is banana? はい、今回の収穫物です。で合計で891ペーソだったんで2316円ぐらいですね。このバナナは正直いくらか分かんなかったんですけど、なんか3本で多分20ペソぐらいでしたね。それではこのウベのピアヤを食べてみたいと思います。なんかパサパサしたおせんべいみたいな感じですね。で紫芋が練り込んであると思うんで紫色です。いただきます。中はやっぱりあんこみたいなのがぎっしり入ってる感じですね。表面はすごいザクザクしてる。いや、ほのかに紫芋の風味がするって感じですね。別に焼きたてじゃなきゃ美味しくないかなと思ったんですけど、そんなこともなく普通にこれも全然美味しいです。Concert will have finished by 3. The concert will have. はい、皆さんお疲れ様です。ということでね、今週は8週目になりますね。ということでもうここに来て2ヶ月が経ちました。で、先週、7週目なんですけど、フィリピンの休日と重なって3連休だったんですけど、その3連休はもう一切部屋から出ませんでしたね。もうずっと部屋に引きこもってました。っていうのも風邪ひいてそれがもう全く良くならなくて、本当に結構体調悪くて、動画とかも撮る余裕がなかったので、7週目の休日はほとんどもう何もせずにいました。で、その3連休使って本当はやりたいこととか行きたいところとかあったんですけど、来週行けばいいかなと思ってたら、そうですね、今週に入って、結構大きめな台風が自分が今住んでいるこのネグロス島に本当にもう直撃して、でその日はもう台風が来た日はもう学校も全部お休みになって、授業もなかったんですけど、で、この学校にいる感じだとそんなに被害があったっていう感じはなくて、この学校以外の周りはもう3日ぐらい停電が続いてたり、あとはね、すごいたくさん木が倒れたりとかして道路が塞がれたりとか、あとは場所によってはもう洪水がすごかったらしくて、もうほぼほぼ家が沈んじゃってるみたいなところもあったみたいですね。ただこの学校はもうバッテリー設備とかがすごい整ってたので、停電も本当にたまに短い時間あるぐらいで、ほとんどそれといった被害はなかったので良かったんですけど、ここに来て2ヶ月で、大きな地震もあったし、なんか火山も噴火したりとかしてたらしいし、あとはね、このでかい台風が来るっていう感じで、立て続けに自然災害に見舞われるっていう、もう本当にいい加減にしてくれっていう、これも今停電起きましたねっていう感じで、今も若干台風が多分直撃ではないと思うんですけど、近くに台風が来てるってことで、今みたいな感じで停電がたまに起きてますね。こんな感じで、若干不安になるところとかもあって、そうですね、今週は特に若干気がめいっているところはありましたね。今後どんなことがあるかっていうのはわからないんですけど、残り4週間できうることをできうる限りやって、英語勉強もしっかりやりつつ、楽しむところは楽しみつつ、これからもね、後悔のないようにフィリピン留学を過ごしていきたいと思います。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さん今週もお疲れ様でした。また来週も元気にお会いしましょう。バイバーイ。